なんか面白くて履いてるんですけど、エアマックっていうんですよタバコの箱を何それ。何って感じですよね。いややだ、なんか知らないのダサい。皆さんこんにちは。 GQ スニーカーホリックス MC のアントニーです。さあ今回のスニーカーホリックはジェネレーションズのパフォーマー佐野レオさんです。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。いやレオくんマジで久しぶりっすね。7、8年ぶり78年ぶりになりますけど、いやもう昔音楽番組のねコーナーで、はい、なぜかデビューしたてのジェネレーションズの、イベントの MC をしつつ僕もパフォーマンスに参加するっていう。いやそうなんですよ。まだあの時、ジェネレーションズ自体がデビューして1年とかしか経ってなくて、そうだよね。もうほやほやの時にアントニーさんには無茶ぶりをいっぱいして、いやいやもうマジででもやっぱりデビューした時やっぱジェネレーションズのファンの子たちがいっぱいいる中のそのダンス混じってアントニーはだいぶきつかったよあれは本当に。でも結構メンバーも仲良くしていただいて、いやいや結構ね、いろいろとご飯行かしてもらったりとか。そうなんですよ。いやでもあともう本当ね、もうおじさんみたいなこと言います。大人になったねっていう。もう本当に18歳だったんで、あの時18歳だった、はい、今は今25に。うわー、ファッションめっちゃ好きよね。そうですね、好きですね。ちなみに今日履いてるスニーカーは？今日はニューバランスなんですけど、もともとオフロードシューズでニューバランスの方からいただいて結構気に入って履いてるんですけど。いいね。はい。ダット感もあんのかな。ちょっとなんかソールはもうそうですね。まあでもなんか結構グレー好きで、結構合わせやすいんで。いやそんでそのネックレス、そう今日ちょっとこれはお弁当箱みたいな。いかついね。2、3年ぐらい前にニゴさんから誘っていただいて、ヒューマンメイドでポップアップをやった時に、一緒に商品作った時のグラフィックでなんかアイスクリームみたいなポップがかわいいね。はい、あんまりこうつける機会ないのでちょっとつけていい確かにね、タイミングがね、はい、やっぱちょっと買い物とか行くときにね、ちょっとこれはね、そうなんですよね。軽い筋トレみたいな感じなんでやっぱここがね、やっぱりここの辺がちょっと、はい、そしてですね、今日目の前にあるのがレオくんのスニーカーコレクションになります。いやなんていうかさ、ちょっと25歳のコレクションとは思えない、本当ですか。はい、ヴィンテージ感あるもの、はいね、なんかいろんな年代のやつをちょっと持ってきてみました今日は。はい、すごいね。ちなみにどれぐらい数でいうと持ってるんですか？数えたことないですね。でもなんか100から150ぐらいは。なるほど。これ LDH の人たちさ、スウェイ君とか、山下健二郎君とかね、皆さん出ていただいてるんですけど、みんなあげるね。LDH はそうですね。すぐあげるわ。結構先輩からスニーカーはもらったりとかしてましたね。EXILE の松さんとか。はい。これもう俺の中で LDH チャンスって呼んでるんだよな。吉本そんなチャンスねえよ。吉本はよ。先輩いないですか？スニーカー好きな人とか。なかなかRG さんとか大内さんとかいっぱいいるけど、やっぱもういやこれ俺んだから全員そのシビアなスタイルで。最初はそうですね。渋いね。渋いの好きで、これナイキのコルテツ、これ83年製なんですけど、25歳だよね。そうです。83年製。結構年上な。だいぶだね。なんかもともとスポーツ系の古着とかも好きで、ダンス始めた時からで、コルテツは映画「フォレスト・ガンプ」が好きで、トム・ハンクスの映画ってこうすごいまっすぐでいいじゃないですか。なんかこんな風にまっすぐ生きれたらいいなって思いつつも、僕から見たらいなたさが結構かっこよく見えて、君25歳じゃないな。いや25です。25です。25です。いいね。古いの好きなんで、やっぱこういうソールのなんか劣化した感じとか、このちょっとこうクリームイエローみたいなこの雰囲気が好きで、デニムとか結構履くんで、結構なんか古いスニーカーがやっぱ好きで、今日古いスニーカー持ってきたんですけど、この辺は70年代の後半ぐらいですかね。70年代のブレザー。はい。このなんか
水色の感じとかも好きだし、やっぱオレンジの装飾好きで、その2足とかどこで買ってるの？下北沢の相馬さんとかで、こっからこれ70年代、83年、でこれがレジェンドのロー84年ぐらいで、これももうやっぱこのなんかやっぱガシガシ履くんで、結構この汚れ具合が好きで。そこら辺って価格帯とかってどんな感じだった？もうちょっと俺想像もつかないというか。はい、3万ぐらいとか、まあ5万ぐらいのものもあればって感じですけど、まあラッキーだったら結構ほんと1万円とかで手に入ったりとかも、ラッキーパターンを探すのは結構好きで。なるほどなるほど。まあ8号もさ、3足ありますけど、なんか仲間内で流行ったんですよね、8号集めが。でも全部5万ぐらいで買える、3万とか。なんか偽物も多かったんですよね、8号って。なんですけど結構なんかみんなで調べて、それこそ前回ですね JP The Baby とかも仲いいんで一緒にこう調べて一時買ってて、あとたまに外れがあって、結構ソールが硬化してて、なんかチップしちゃってこうもう割れてるっていうか、それじゃないやつを探すのがめっちゃ大変で、めっちゃズームして硬化してるかどうかわかるわ。チェック。もう本当に、まあ、エアマックスの9号の、まあ、当時のレッドグラデのやつを買って、3歩目でソール剥がれた。それマジかいけてくれって思って買うんですけどね。いや大丈夫かって思いながら。でもどんな感じで家では保存してるんですか？箱捨てる派？箱捨てます。そうだよね、今日、まあ、この持ってきてた時に箱に入れてなかったから、箱を取ってた時期もあって、多分アントニーさんが天心とやってた時に箱を捨てるみたいな、でもなんかまた集め直してみたいな言ってて、アントニーさんが捨ててるって聞いてちょっと安心しました。この箱を捨ててる側の人からするとさ、箱を捨ててる人に会った時めちゃくちゃ嬉しいよね。めっちゃ嬉しいです。あ、よかった君もかみたいな。ちょっといいですか？何？いやなんかちょっと変なの持ってきたいなと思って。箱あるぞ。こちらです。何それ？何って感じですよね。いややだ、なんか知らないのダサい。でもいやこれはまあちょっとカルチャー寄りというか、まあ見た目タバコの箱になってるんですけど、これアリのメンソール10って言って。もう結構前のスニーカーなんですけど、ちょっと開けますね。なんじゃこりゃ。タバコのやつ？はい、これタバコの紙ですね。紙だよね。にスニーカーが入ってるっていう。これもうちょっと、エナメルボロボロになってるんですけど、これアリっていう、グラフィックアーティストというか、まあちょっとブートレグなスニーカーなんですけど、まあ形もほぼエアフォースですよ。そうだね。はい。まあベイプスターとかのちょっと。はい、そうですね。なんかその容量で、まあその年代なんですけど、なんかメンソール10って言って、これタバコがコンセプト。まあ某ポート、ニューヨークのポートってタバコのコンセプトになってて、だからタバコのフィルターの色、タバコの色になってるんですよね。なるほどね。メンソールとみたいな。であとここの紐とみたいな。面白いね。これでソールもこれちゃんと結構ありって入ってて。本当だ。でこれすごいのが、ちょっと見てもらっていいですか？ここ見てもらっていいですか？ダラーになってる。おお、本当だ。細かっ。これで多分物撮りしてもらった方がいいと思うんですけど、ここダラーになってて。本当だ。すげえ。ソールもね結構タバコみたいな。面白で、なんかこれねあれなんですよ、こういうのとかもついてて、うわ遊び心満載だね。これ面白い。タバコの箱みたいなのもある。あ、これが一応まあ元というか、なるほどね。はい、なるほどなるほど。っていうのを作ったそのアリっていうのがもう好きすぎて、20歳の時にニューヨーク行った時に DM して、そのアリの事務所に遊びに行って、でめちゃくちゃいい人で、行動力あるね。
なんか履いてたらリアクションしてくれてストーリーに、あこれちょうど来週ニューヨーク行くしと思って、会えないかみたいな、言ったらもう事務所来いみたいな感じで、その時ポギーさんと、自分とメンディー君とかと、行ったんですけど事務所、マジで本当3時間ぐらいずっと英語でもうめっちゃ喋りかけられて、事務所もうかっこよくて結構。これはよくどこで手に入れたの？ニューヨークに行く前に、ロスに行ってたんですよ。でロスのラウンド2って、ショーン・ウェザースプーンのなんかラウンド2のってこう2店舗並んでて、ヴィンテージと現行の店と、あとその時横に VIP っていうのがあったんですよ。ショーンの友達が紹介してくれて、VIP ってこれ置いてあって、でショーンにこれ欲しいって言ったら、ああこれかーみたいな、売り物じゃないんだけどまあ200ドルでいいよみたいな感じで、いや結構安いね結構安くて、で古着とかも結構買おうと思って古着とか選んだら、なんかその時もう全部くれて、もう全部持ってけみたいな感じで。マジかよショーン、人見てんなショーンショーンでもめっちゃ優しくて、もう40万ぐらいになる量のやつを全部くれて、結構メソッドマンの T シャツとか、シュプリームの昔のまだユニオンとかの時のそのアーカイブのやつと結構全部くれて、マジ持ってけみたいな。多分エアマックス優勝したぐらいの時だったんで、多分気分が良かったんだね。ぶち上がりで多分これから俺のエアマックスが持ってけみたいな感じで、おマジでみたいな感じで、その時に売ってもらいました。これって多分そんなに数は作られてないの？やっぱり作られてないと思います。それこそさ、でも日本で履いてる人見たことある？もう先輩一人だけっすね。なかなかね。やっぱヒップホップ好きなんですけど、聞くの、なんかブートレグってカルチャーがやっぱり、なんかタブーなんだけど、そのカルチャーの一つとしてやっぱブートってあると思うんですよ。なんか今で言うとこうなんかルイ・ヴィトンにバージンがデザイナーになって、昔ブートとされてたものがオフィシャル化されるみたいな、デザインがみたいな、あとなんかブートつながりでちょっともう一足紹介してもいいですか？これ最近これ見たことあるぞ、インスタグラムで。これ最近なんか面白くて買って履いてるんですけど、Thinking Different っていう、Think Different って言葉あるじゃないですか。90年代のプルシャのキャンペーンスローガンなんですけど、まあそれみたいな感じで、これエアマックって言うんですよ。いいね。エアマックって言って、まあこういうネームが入ってて、まあレインボーなリンゴ、これ後ろもまあローディング、なるほどね。はい。でこれリンゴスウォッシュみたいなに、このエアマックってやるね。レザーもちゃんとレザーなんですよ。なるほどね。すごいな。これは誰が作ってるの？これはなんか僕の友達の友達だったんですよ。その調べたら世界中に友達いるな。ちょっと待ってよ。とあるヒットメーカーいるんです、アメリカに。2000多分13、14年ぐらいに大ヒットしたFAO の曲を作ってるやつが遊びでスーパーパーティーソングをサブビジネスでやってるらしいです。うわちょっとなんかどこまで公開されてるもんなのかわかんないんで、ちょっとって言っときますけど、なんかサイトが面白くて、80年代90年代のPC みたいなこう画面がバーってできて、なんか本当マトリックスの映画のシーンみたいなフォントがこうやってバーって出てきて、でパスワードを入れないと買えない、なんじゃそりゃ。なんかそういうやつなんですよ。ややこしいやつだな。めっちゃややこしい売り方してて、でなんかこれの元ネタっていうか、昔アップル社って靴を出してたんですよ。アップルってなんかその社員用とか側販用の古着っていうか、T シャツとか以外にも実はなんかスニーカーを作ってて、で結構バーバルさんともその話になったんですよ。あれ欲しいよねみたいな感じで、バーバルさんも探されてるって言ってたんですけど、まあ出てこなくて。なるほどね。すごい掘り方してるね。いやなんか変なもの好きでなかなかちょっと
でもやっぱこの遊び心だよねやっぱり。そういうことをこうさらっとふざけてやっちゃう、でも意外とメッセージ性がすごいあったりとか、なんかブートのジョーダンでも竹下通りとかにまだ外国人の方がやってるお店とかあった時、買っとけばよかったのって思うようななんかスポンジボブのジョーダン13とかなんかブートでもこれオフィシャルで出してほしいみたいなカラーリングのやつとかめちゃくちゃあって。いや俺韓国行った時にさとんでもないもの見たけどね、ジョーダンとルブタンコラボってやば激ヤバ、なんじゃこりゃ絶対ない。絶対ない。続いては、やっぱヴィンテージだね、コンバースやっぱ結構ちょっとジャンクなものが今日多くなっちゃったんですけど、コンバースやっぱ好きで、これはセブンティーズの、チャック・テイラーですね。味が出てるね。これもでも衣装とかでも全然ガンガン履いたりとかもしてるんですけど、もうやっぱ味ですよね。このキャンバス地の味、赤とかあとハイも、これ買った時からもう結構クタクタ感はあったの？ありますね。もう買った時からもうやっぱ70年代のものなんで全色揃えたいんですけど、自分のサイズで履ける状態のものがもうあんまり出てこないですね。結構リペアとかもするんですけど。あ、自分でリペアするの？リペア屋さん紹介してもらって、出したりとか、これとかもうリペアしてます。これもすごいね。もうここも破れちゃって、これジャック・パーセルなんですけど。ジャック・パーセル、ジャック・パーセルなのそれ？はい、これでも多分 60s ぐらいなんで、コンバースに入る前のジャック・パーセル。すごいな。これを当時俺履いてたな、懐かしいなっていう人もほぼいないからねおじいちゃんぐらい。もうシューレースはもともとそれってことだもんね。シューレースはもともと白いの買ったんですけど、ちぎれちゃって、これに変えました。これなんかヴィンテージの可愛いですよね、ハートで。かろうじてヒールのところにジャック・パーセルが。そうなんですよ。ここにかろうじて。もうこれかかとちょっと直してて、すごいな。でグッドリッチ社の生産の時のやつなんで、ここまだグッドリッチって入ってます。これコンバースじゃないんですよ。こいつが見てきた景色を見たいよね。見たいですね。どんなところでこうもうあちこち行ってアメリカから日本へ来て、こいつも予想してないだろうな。日本でだいぶ年下が俺のこと履いてるなと思って。いやもう本当になんかスニーカーってそういうのが楽しいなと思って、でも原稿も履くんですよ。なんかこれとかはクロマアーツのコンバースなんですけど、お店で出てるオールスターじゃなくて、これチャック・テイラー、なんかニューヨークのクロマアーツの店長が友達で、で友達多いねすごいね、さっきからでなんかこう身内にオーダーを取れる会があって、ここにパッチ3つつけてくれて、でこれなかなかないよ。オールもこうなってて、こういうのこうちょっとたまにこう気張っておしゃれしたいなみたいな時はこういうの履いたりします。値段っていくらぐらいなの？でも1500ドルぐらい。結構ちょっと高かったんですけど、高いけど、価値としては絶対もっと今あるからね。そうですね。あとなんかお店で売ってるのがオールスターしかなかったんで、長く履くならチャック・テイラーがいいかなっていう風に思ってたので、ちょっと奮発しちゃったんですけど、届くのに1年半かかりましたそもそもレオ君がスニーカーに興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか？スニーカー自体は親がなんか物心つく前からなんかニューバランスとかそういうのを結構履かせてくれてて、でも自分が本当にこうダンス始めて音楽とか知ってちゃんとこう自分で履きたいなみたいな思った時にやっぱ履いたのはエアフォースワンとかアディダスのスーパースターとか、あと始めた時がちょうど2000年代の頃で、誰が流行ってた？
いやでも本当 B2K とかマリオンとか、やっぱダンサーだね。はい、あなんか西海岸の、そうちっちゃい頃のね、今日写真を探してきて、いいのそんな出してないと思うんですこれ。これちなみに小学校の頃の下駄箱で、これティンバーランド入ってるんですよ。これ小3の時の下駄箱なんです。小3でティンバ行ってる。はい。生意気だね。ティンバで学校行ってたの？ティンバーで学校行ってましたね。そのラッパーの息子しかいないよそんな。と一番向かないよ登下校に。あとね、ティンバランド。小6の時に、ジョーダン6とエアフォースのフュージョンっていうのが出たんです。それがこれですね。あー見たことある見たことある。自分のダンサーの先輩が誕生日にくださったんですけど、この時に何歳？これ小6です。小 6？はい。小6で先輩がプレゼントをしてくれたの？ダンサーのやっぱ先輩がみんななんかお金出し合ってくれて、生かしてるね。ミクシーから引っ張りました。まあダンサーで今でもダンスやるときはニューバランス結構好きで、まあ990結構履きますね。まあやっぱ履き心地がね。はい。これは990は V4 なんですけど、これはもうダンスやるとき結構履いてて、あとはまあエアフォースワンかな。キースのこれ結構普段着と練習そのまま併用して結構いやいいよね。一番ステージで履いてるなっていうスニーカーあります？まあやっぱコンバースは、この4足とも全部ドームツアーで履いてます。うわー、はい。結構でもツアー終わった時にソールが本当10分の 1.52 ぐらい減っててめっちゃショックでした。次はそうですね、アディダス行こうかな。あーいいね。これフォーラムの2号さんが作られたヒューマンメイドのフレンズ&ファミリーカラーでネイビーかわいいな。これめちゃくちゃ良くて、もうめっちゃ入ってるんですけど最近やっぱデニムとかも相性いいし、普通のフォーラムと違ってブーストソールになってるっていう、これなんでマジで履きやすくて履き心地よさそうだな。あとここのテープとか、これなんか新しさとこのまあ昔の融合した感じがあって、2号さんって名前なんだけどもう本当誰かの2号にあらず、なんかこう結構やっぱ探求心とか、温故知新みたいな言葉が一番合う人かなみたいな、古いを学んで新しいを生み出すみたいな。結構ヒューマンメイド製のこれが2年ぐらい前に出したヒューマンレースの FF カラー。いいな。 FF いいな。FF いやファレルのなヒューマンレースとかも欲しかったな。ヒューマンレース、はい、これはファレルさんが送ってくださって。ちょっと待ってよ。世界中にいるやんフレンズ&ファミリーが。いやでもそんなファレルさんをお友達って言うのはちょっとそんなことは言えないですけど、もうファレルさんって呼んでるだけで近いから。俺やっぱそのファレルって呼んでるから近くないから。もう2号さんが食事に一緒に連れてっていただいて、飯全然進まないでしょ。全く進まないです。2号さんとはどういう関係なの本当に？そうですね、2014年に、2号さん主催のパーティーが、ありまして、でそこに招待していただいて、で僕お酒飲めなくてまだその時18歳だったんで、ソフトドリンク片手に2号さんって本当に来んのかなみたいな。確かに、ね、初めて見るから、雲の上の存在だしねまだ、はい、生きてんのかな2号さんっているのかなみたいな、って思ったら2号さんがもう3つジェイコブのチェーン3つして現れてうっすみたいな感じで現れてうわ2号だってなって俺は。でまあその時展示会誘っていただいて、でいろいろちょっと欲しいなって思って来て、なんかインスタとか上げてたらちょっとルックとかやってみないみたいな連絡来て、もうトントン拍子でなんか仲良くなって、なんか旅行を連れてってもらったりとか。でも2号さんだって本当二回りぐらい離れてる。はい、25個上です。うわー、2号年上っていうこと2号年上、はい、お笑いとか2号さん好きなんですよ。何々最近見たんだけどさ面白くないとか、意外でした。だから僕もっと怖い人なのかなって思ってたから最初。分かるやっぱいかつい、ね、イメージが。仲良くさせていただいてるんですけど、たまにちょっと距離感大丈夫かなって自分も思っちゃうぐらい、もう自分にとってメンターみたいな人なんで、はい、
なんか他にも自分の中でちょっと思い入れとか貴重なスニーカーとかあります？アディダスつながりでいくとこれめっちゃ好きで、これなんかヴィンテージに見えるんですけど、キャンパスこれ実はミタスニーカーの国井さんが作ったもので、なんだろう、ヴィンテージ加工されてて、でここちょっとパターンが面白くて、ベロの部分がこうちょっとこう入ってるんですよ。ちょっとずれてて、こっちはつながってて、これなんかパリかなんかに行く時用に国井さんがなんか10足ぐらい作ったみたいな感じで、やっぱビースティーボーイズとか好きなんで、やっぱキャンパス好きだし、めちゃくちゃ履いてます。これ世界中のファッション業界の人たちから愛されてるじゃん。いやいや、もう全然レオくん、いやありがたいですね。本当にでもすごい。まあそれはもちろんね、レオくんがもうこのファッション好きだっていうのとか、やっぱおしゃれっていうのが伝わってるから、みんなそうやって接してくれると思いますけど、楽しいですね。それでは、はい、もう最後になるんですが、佐野レオさんにとってスニーカーとは何ですか？なんだろう、これは難しいよね。難しい。みんなに最後聞いてるんだけど、なんかある種ルーツみたいなところですかね、自分にとっては。やっぱダンスを始めたことをきっかけに、こうダンスで必要だったからスニーカーをまず買うっていうところに入って、それを機にこうスニーカー好きになったので、いろんなカルチャーがこういっぱい詰まってるじゃないですか。なのでやっぱルーツなのかなっていうふうに、自分の中でのルーツもあり、自分の好きなカルチャーのルーツでもあるってことですね。そうですね。年上もいるし、年下もいるしいやいや、もう今日は本当に楽しい話が、いやめっちゃ楽しかったです。たくさん聞けました。まありがとうございます。たぜひね、いろんな企画やると思うんで、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今回のスニーカーホリックスはいかがだったでしょうか？面白いと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして GQ ジャパン YouTube チャンネルは他にも様々なビデオを公開していますので、ぜひご覧になってみてください。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。